ウィザード機能を使用して可動部をシグナルで制御する設定を自動的に追加する方法について説明します。本動画はリフトの可動部を設定する方法の続きから設定します。リフトの可動部が設定完了しているファイル、lift_after.vcmx が必要です。可動部をシグナルで制御する設定を自動的に追加します。リフトを選択します。コンポーネントグラフウィンドウでリフトを選択します。追加グループのウィザードを展開し、コンポーネントウィザードから I/O コントロールを選択します。I/O コントロールはシグナルで可動部を制御する設定を選択したコンポーネントに自動的に追加する機能です。I/O コントロールウィンドウで詳細を設定します。入力シグナルは一つの可動部を制御するシグナルの数を定義します。選択できるシグナルの数は1から3です。2セパレートシグナルズを選択します。J1 はシグナルで制御する設定を可動部に追加するかを定義します。J1 にチェックをつけ、可動部に設定を追加します。J1 カレントステートは J1 の現在の状態を定義します。ライト、レフト、アップ、ダウン、オープン、クローズドから選択できます。ダウンを選択します。J2 と J2 カレントステートは2つ目の可動部に関する設定です。J2 にチェックをつけ、J2 カレントステートでレフトを選択します。適用をクリックします。出力ウィンドウには追加完了と I/O コントロールウィンドウを閉じてくださいというメッセージが表示されます。I/O コントロールウィンドウの閉じるをクリックします。コンポーネントグラフウィンドウのプロパティとビヘイビアを展開し、追加された設定を確認します。プロパティの J1 アンダーラインアップバリューは、リンクアンダーライン1が上昇完了する位置です。J1 アンダーラインダウンバリューは、リンクアンダーライン1が下降完了する位置です。それぞれの値は、リンクアンダーライン1の最大リミットと最小リミットを参照しています。J1 アンダーラインアップバリューは 700mm、J1 アンダーラインダウンバリューは 0mm です。上昇、下降位置を変更する場合、プロパティの値を変更する必要があります。J1 アンダーラインモーションタイムはリンクアンダーライン1の動作開始から完了までにかかる時間を設定できます。J1 アンダーラインモーションタイムが0秒の場合、リンクアンダーライン1はリンクプロパティの設定速度を参照します。J2 アンダーラインライトバリューはリンクアンダーライン2が前進完了する位置です。J2 アンダーラインレフトバリューはリンクアンダーライン2が後退完了する位置です。J2 アンダーラインモーションタイムはリンクアンダーライン2の動作開始から完了までにかかる時間です。ビヘイビアの in アンダーライン J1 アンダーラインアップがオンの時、リンクアンダーライン1は上昇し、オフの時は動作しません。in アンダーライン J1 アンダーラインダウンがオンの時、リンクアンダーライン1は下降し、オフの時は動作しません。アウト、アンダーライン J1、アンダーラインアップステートは、リンクアンダーライン1が上昇完了した時、オンに、それ以外の位置にある時、オフに値が変化します。アウト、アンダーライン J1、アンダーラインダウンステートは、リンクアンダーライン1が下降完了した時、オンに、それ以外の位置にある時、オフに値が変化します。
イン、アンダーライン J2、アンダーラインライトがオンの時、リンクアンダーラインには前進し、オフの時は動作しません。イン、アンダーライン J2、アンダーラインレフトがオンの時、リンクアンダーラインには後退し、オフの時は動作しません。アウト、アンダーライン J2、アンダーラインライトステートは、リンクアンダーライン2が前進完了した時、オンに、それ以外の位置にある時、オフに値が変化します。アウト、アンダーライン J2、アンダーラインレフトステートは、リンクアンダーライン2が交代完了した時、オンに、それ以外の位置にある時、オフに値が変化します。IO アンダーラインコントロールズ、アンダーラインサーボコントローラーと IO アンダーラインコントロールズ、アンダーラインサーボコントローラーアンダーラインには、リンクアンダーライン1とリンクアンダーライン2を制御している Python スクリプトです。Python スクリプトのプログラム内容を確認します。IO アンダーラインコントロールズ、アンダーラインサーボコントローラーをダブルクリックします。1行目から19行目までは変数を定義しています。21行目から40行目まではコンポーネントグラフウィンドウのプロパティとビヘイビアを参照し、初期値を設定しています。49行目から72行目まではリンクアンダーライン1が動作する目標位置と動作時間を設定しています。75行目から97行目までは入力シグナルを参照し、シグナルの名前によって目標位置を変更します。100行目から116行目までは出力シグナルの値を変更します。119行目から127行目まではリンクアンダーライン1を目標位置まで動作させます。シミュレーションを実行します。コンポーネントグラフウィンドウのリフトを選択します。接続グループのシグナルを選択することで、シグナルエディターを表示できます。シグナル名の右側にある丸をクリックすることで、シグナルのオンオフを切り替えることができます。丸がオレンジの場合、オフ。緑の場合、オンです。イン、アンダーライン J1、アンダーラインアップをオンに変更します。リフトが上昇します。上昇完了したとき、アウト、アンダーライン J1、アンダーラインアップステートがオンになることがわかります。イン、アンダーライン J1、アンダーラインダウンをオンに変更します。リフトは下降し、完了したとき、アウト、アンダーライン J1、アンダーラインダウンステートがオンになることがわかります。イン、アンダーライン J2、アンダーラインライトをオンに変更します。リフトは前進し、完了したとき、アウト、アンダーライン J2、アンダーラインライトステートがオンになることがわかります。イン、アンダーライン J2、アンダーラインレフトをオンに変更します。リフトは後退し、完了したとき、アウト、アンダーライン J2、アンダーラインレフトステートがオンになることがわかります。シミュレーションをリセットします。ウィザード機能を使用して可動部をシグナルで制御する設定を自動的に追加する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。